皆様こんにちは。今回は2023年7月19日に開催されました10thアニバーサリーツアー川崎クラブチッタのお給仕に帰宅してきましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。また少し前置きありです。私は大阪在住なのですが、もうはるか昔入社式で訪れたのが川崎の本店工場でしたし、導入教育で2週間ほど川崎で寮住まいもしていました。昨年退職した時の所属事務所も川崎駅前のオフィスビルにあったという状況ですので、川崎は少しですが縁と思い入れのある街です。それで久しぶりの川崎となるわけですが、昨年から今年の最初にかけて結構名古屋まで新幹線で通って仕事をしていたという状況がありまして、新幹線の EXIC ポイントというのが溜まってました。新幹線のグリーン車をタダで使えるという特典しかないのですが、6月末までがポイントの有効期限でしたので、どうしようかと思ってました。で、よくよく確認すると、6月末までに予約すればいいということが分かりまして、川崎のお給仕は7月19日なので、1ヶ月後予約でギリ使えるということで、無事そのポイントを使って、往路だけですが、新幹線のグリーン車を事前予約できました。ということで、当日はグリーン車でリッチな感じで、新大阪から品川まで移動しまして、品川から懐かしの京浜東北線で川崎へ向かいます。川崎駅に15時ぐらいに着きまして、まずはホテルにチェックインして荷物を置き、普通の晩目 T シャツから10thアニバーサリーツアーの T シャツに着替えて会場へ向かいます。ちなみに今回のホテルはクラブチッタ激地下のホテルを取りました。クラブチッタには15時半くらいに着いたんですが、もうすでに100人くらい並んでましたね。ミッシェルさんも並んでました。可愛かったです。ご当地 T シャツは後の MC でサイちゃんが説明してくれることになるのですが、パワハヒフホンハハヘの色の水色ということ。川崎フロンターレファンの私としては、それを聞く前ではありますが、なぜか買わずにいられない感じになりまして購入しました。くじもいつも通り10回引きましたが、お姉さんが引くくじにちらっと赤い文字が。なんと、新潟のミンチョに続けて、今回はミサさんのサイン入り缶バッジ当たっちゃいました。いや、月が回ってきたのかなと思いましたね。物販買ったので、一旦ホテルに戻ろうと思っていたら、木目奈々さんのイラストが描かれたうちわを配っておられて、後で知ったのですが、フォークメタルさんが自腹で1500枚作ったのだとか、すごすぎますね。で、今日がちょうどほぼ10周年に当たるとのことで、最初の MC の時にみんなであげようということです。いいですね、こういうの。バンドメイドのお名手様って海外もそうですが、ものすごい奉仕精神がありますよね。で、一旦ホテルに戻って当たった缶バッジとかを置いて、せっかく買ったのでご当地 T シャツに着替えて再度会場へ向かい、いざ入場待ちです。今回のチケット番号は A940 番ということで、入場待ちの時、やっぱり最終ブロックでした。残り100人いるかいないかって感じですね。入場待ちしてたら、Twitter でよく見る方とたまたま紹介し合って話し込んでしまい、入場が少し遅れてしまいました。まあそもそも後ろなので変わらないんですけどね。会場に入ると前から4分の3くらいの位置でしたので、ほぼど真ん中に位置取りました。ただ真ん前にかなり背の高い人がいたので、今日は音を楽しもうと思って待っていました。19時少し過ぎてお給仕開始です。やっぱりみんな一斉に入ってくるパターンですね。で、ドミネーションスタートでしたが、今回はミンチョのギターとともにかなりの圧縮が起きました。前がかなり空いたので、そのまま前進すると、なんと真ん中より少し前くらいの位置になった上に、前にいた背の高い人がいなくなったので視界が開けました。どんだけ圧縮しとんねんって感じでしたね。ただ、最初の MC で少し下がった後は落ち着いた感じでした。ミサさんとミンチョはあまり見えない感じでしたが、あーちゃんが真正面で膝まで見えるくらいでしたし、サイちゃんと小バトさんがなんとか見える感じでした。なので今日はあーちゃんを見る日と決めて挑みました。圧縮で密度が濃くなったのもあってか、ちゃんと手拍子とハローハローは大音量で会場に響いて、いきなり最高潮に上り詰めます。2曲目はこれまでと同じくグローリーです。ジャンプとシンガロングで盛り上がります。グローリーはちゃんとも手拍子もシンガロングも確立しているので乗りやすいですね。3曲目がアローンです。静岡と同じパターンですね。あーちゃんを見ていたわけですが、正面ではありましたが、
ロンドンのコミコンのファンカムの再現のような激しいドラミング見れましたし、音もめっちゃいい感じで聴けました。なんか感動しました。サビ最後のウォー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 ってところをみんなで歌うのがいい感じです。当然ミンチョのギターソロは超盛り上がりでした。で、サイちゃんの何て言ったか聞き取れなかったんですが、とにかくいつもの煽りで4曲目はプレイです。イエイ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 ウォー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 も爆音でしたので、サイちゃんも満足そうに見えましたし、シェキバディハンズアップをサイちゃんが叫んでくれましたので、私も大満足です。で、ここで MC かと思いきや、なんとキャリーオンリビングです。もうめちゃくちゃ好きな曲なのでびっくりするとともに大興奮です。今、ワールドドミネーションの感想を作ろうと思って改めて聞き込んでいたので、それを初めて生で聴けて本当に感無量でした。ミンチョのギターソロがめちゃくちゃいいですし、サイちゃんの飛び散ったかけら拾い集め今日もってところ大好きなんですよね。で、最初の MC です。もう結構疲れ果ててます。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様で始まり、サイちゃんとの掛け合いになります。ここでまずサイちゃんが前の方の人かなり苦しそうなんでって気を使ってくれたのですが、ここでみんなうちわを上げたので、小鳩さんが感謝してくれるのを挟んで、改めてサイちゃんが暑いのにわざわざこんなに暑い場所に来るなんてみたいな、なかなかいい自虐をかましてくれました。でもやっぱり圧縮が相当きつかった感じなので、また一歩ポっていってみんなを少し後ろに下げてくれて、若干マシになった感じでしょうか。前方は相変わらずきつそうでしたが、確かに暑かったので、小鳩さん、サイちゃんが体調に気をつけるように注意してくれてました。それで、ようこそバンドメイドのフュージエで次のセクションに入ります。今回もここは固定となっているバランスでした。こなれてきたのか、これまでで一番良かったように思います。でもリズムが難しくて、心なしかみんなの手の上げ方のリズムがばらついていたような気がしますね。あと、サビのところで、ウォー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 っていうのが定着してきましたね。次がなんとリベラルです。静岡と同じパターンですが、静岡帰宅できてなかったのでめちゃ嬉しかったです。これも初めて生で聴けました。ミンチョのリフと重厚なベードラ、サイちゃんの味のあるボーカル良かったです。最後のミンチョのギターのみで終わるところもいいですよね。それで次がチューズミーです。ちゃんとが盛り上がります。ギターソロでミンチョがお土地台に乗って弾いてくれて、私の大好きな最後のところのハーモニクスも完璧に弾いてくれました。もう感激です。ギターソロ後のミサさんのベースも気持ちよかったです。迷わずチューズミーでものすごい声援でした。ここでサイちゃんがはけて少し静かになったところで、例のごとく外人さんが叫んで笑いが起きます。なんかいつもの楽しい瞬間です。で、ロッキンミーです。いつもより小鳩さんのヘイヘイの要求が激しくて、みんな大声でヘイヘイ言ってましたね。私ももうできる限りの大声でヘイヘイ叫びましたが、私は何と言ってもこの曲のドラムが好きなので、真正面に見えるあーちゃんをガン見しながらヘイヘイ叫びましたね。で、From Now On です。この流れは今回の定番ですね。新潟では見えなかったあーちゃんが見れたので、私の好きな最初に手を挙げるところもバッチリ見えました。この曲はミンチョは特にそうだと思いますが、暑い中でやると他のメンバーも体力使うだろうなと思いながら聴いてました。ここで2回目の MC です。サイちゃんの盛り上がってるか川崎でスタートです。で、いつものように初めて来た人に手を挙げさせたら、ここも結構いて嬉しそうでしたね。それで小鳩さんいじりになりますが、初めての生小鳩とか 4.5 人と 0.5 話とかいうワードがありましたが、変な人と変な鳩、いやこの変なやつがいないとバンドメイドはなかったんですよねってサイちゃんが言ったのが、なんか胸にグッときましたね。会場も大拍手です。やっぱりなんだかんだ言っても小鳩さんには感謝してるんだろうなというのがわかります。で、5人で開始したのが8月22日だけど、4人でまず結成となったのが7月24日ということで、サイちゃん曰くほぼ今日みたいなもんでまた大歓声です。で、サイちゃんが小鳩さんに普段あんまりやらないので100字でお気持ち表明しろということになり、小鳩さんが10年ってそんなの考えてなくて、最初は一人でバンド作ろうと思ってたとか、サイちゃん騙されてくれてありがとうとか言ってましたね。
で、皆さんご存知のさえちゃんの騙されて加入したくだりを説明してくれてました。あと、メンバー誰も都内がいないって言ってましたね。確かにそうですね。聴いてきた音楽も違ってバラバラだったけど、逆にバラバラだったからこそ10年続いたみたいなことを言っていたと思います。このあたりも奇跡だなと思います。で、今も仲良しだよねみたいな話をさえちゃんにいじられながらしていたら、ミサさんが小鳩さんに何か耳打ちをしたのですが、さえちゃんがミサさんが言ったことが家族だもんねだったことを教えてくれました。ミサさん可愛いですよね。コロナ禍くらいで言い始めたらしいですが、他のメンバーも言い出したみたいです。本当に仲いいですよね。で、来月発売のベストアルバムの話になって、もう100曲超えてるので選ぶの大変だったみたいなこと言ってる時に、ミンチョが他人事のような感じだったので、あなたが作ったんですよって言われてましたね。これだけ質の高い曲を100曲以上作るって本当にすごいですよね。ジャケットはからくり箱のようなイメージで、ちゃんとはまらないと開かないと、このメンバーが集まらなかったらここまで来れなかったということをかけてるみたいです。ちょっとジーンとしました。でも後ろであーちゃんはバナナ食べてましたね。で、さえちゃんのまだまだいけるかって煽りで次のセクションです。セクション最初はディファレントです。みんなジャンプと手拍子です。正面に見えるあーちゃんのドラムが激しくて見ていて気持ちよかったですね。ミサさんのベースもさえちゃんのボーカルも大迫力でした。それで次がなんとバブルです。まさかです。多分みんなびっくりしてました。みんなでおー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 です。いや、いいですね。あまり言葉が出てこないくらい感激でした。ここで小鳩さんがアコースティックに持ち帰ってアネモネです。会場は静まり返って曲に聴き入ります。今回のツアーで何回か聴きましたが、何度聴いてもいいです。大好きですね。次がメモラブルです。アネモネからのこの構成は同じですが、いい構成ですね。メモラブルは聴くたびに最高を更新している気がします。それで MC かなと思ったのですが、続けてこれまたなんとまさかのページです。お給仕で聴きたかった曲の一つだったので、ここでも大感激です。全力でおー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 って叫びましたが、それ以外は聴き入ってしまいました。私的にはミサさんのベースラインで一番好きな曲の一つです。みんなのおーおーがすごくて、さえちゃん嬉しそうでしたね。で、また続けて LINE キューブ渋谷の時だったかのデイドリーミングのイントロ的な感想が流れて、で、さえちゃんが歌い始めたのですが、ここのボーカルがめちゃくちゃ良くて鳥肌が立つくらいでした。関係ないですが、デイドリーミング、ドリームオブユーの時に小鳩さんが手を挙げてみんなを歌うように促すところが好きなんですよね。小鳩さんの手フェチの私としては。曲終わりでさえちゃんがありがとうって言ってくれてましたね。バラードセクション終わりでいよいよ MC かと思ったら、さえちゃんの煽りとともにダイスが始まります。みんな体力を取り戻してましたので、全力でちゃんとコール&レスポンスと手拍子です。ベースソロとギターソロは大声援とちゃんとで盛り上がります。C メロの時の手拍子もでかかったですね。曲終わりで静岡でもやったであろうドラムソロでのつなぎでヘイトです。聴けました。嬉しいです。もちろんミサさんとミンチョのバトルも見れましたし、小鳩さんのカットインも真正面で見れました。いや、かっこいいですね。痺れます。みんなも分かってるので大声援です。さえちゃんのボーカルも小鳩さんのシャウトも堪能しました。ここでやっと最後になる MC です。1回 MC が少ない構成ですね。なんせこれまでやってない曲が入ってたので、そうなる感じですかね。さえちゃんの盛り上がってますか川崎でスタートです。ここでさえちゃんからいいぞお前ら褒めてやろうとのありがたい言葉をいただきました。小鳩さんはありがとうございますポーでしたね。で、ここで小鳩さんが何かをチューチューしていたのですが、チャオチュールってなって、鳩なのに猫なのかみたいに言われて大爆笑です。チャオチュールではなくて、何でもビワシロップとかいうネットでしか買えない喉にいいシロップらしく、風邪の時とかにもいいらしいです。宣伝効果は抜群じゃないですかね。みんな買い占めないでねって言ってましたが、やばそうですね。で、ふざけた MC はみんなの体力回復のためと言っていて、ここでもみんなの体調気にしてましたね。で、誰かが、さえちゃんが美しすぎて苦しいみたいなこと言ってたら、それはかなみちゃんと一緒ですぽって小鳩さんが答えてました。
楽屋に入るなり、さえちゃん今日も可愛いみたいなこと言ってたらしく、本当に好きなんだなと思いますね。みんなにも言ってるらしいですが。で、ご当地 T シャツの話になって、この動画の冒頭で言ったくだりになります。某川崎の有名なチームの色だったり、すっごく綺麗な多摩川の色だということです。で、小鳩さんが10周年がって話した時になんかうまく言えなかった感じだったので、間髪入れずにさえちゃんが何ですかって言ったのが、タイミングとかも含めて本当にお笑いみたいで爆笑でしたね。で、マーチの話になって、さえちゃん曰く、夏なのにロングスリーブ出したのは日焼けしないようにとのことでした。男性もめんどくさがらずに気をつけるようにって言ってくれてましたね。それであまりよく見えなかったのですが、なんかミンチョがさえちゃんに捕まって嬉しそうにしてましたね。で、やっぱりミンチョ節で、ご機嫌いかがでしょうかとか、ありがとうございますみんなとか言ってました。相変わらずナチュラルですね。で、さえちゃんが思い出したように、これで一旦日本最後で、8月は3回目のアメリカ行く。日本からも応援してくれると嬉しいと言ってました。もちろん応援しますよね。会場からも頑張れってみんな叫んでました。7月にもらって勢いと希望でアメリカだけじゃなくメキシコも行くみたいなことも言ってました。ありがたいですね。それでこの日のメインイベントというか、この日の主役ともいえるあーちゃんの出番になります。まず地声で川崎行けるかってめっちゃ可愛い声で言ってみんなも大歓声です。それで本家ということで小鳩さんもやるのですが、あーちゃんの衝撃がすごすぎて負ける感じになります。でも無理やりおまじないタイムって感じでおまじないタイムを始めるのですが、ここであーちゃんが小鳩を超えれるって言ってお立ち台に乗ってきます。で、おまじないタイムって言おうとしておまじたいナイムみたいに噛んでしまったので、あーちゃんっぽいなと思っていたら、本当におまじないタイムってめっちゃ可愛い声で言っておまじないタイムの説明を始めたんですね。会場は大盛り上がりでしたが、あーちゃんのお母さんが見に来てるらしくて、娘の姿を見せるぞみたいなことを言って大受けでした。で、本当に萌え萌えキュンキュンってやるのですが、めちゃくちゃ可愛い声でアニメ声みたいな感じですし、ポーズも可愛さ全振りです。ズッキュンバッキュンドッキュンワオ萌え萌えキュンまでやっちゃいます。可愛い声すぎて小鳩さんの声が太く聞こえるほどです。10年前はこんなの絶対やらなかったって小鳩さんに言われてましたが、ここで私も記憶しているお帰りなさいませを言い間違えていらっしゃいませって言ってしまった件を掘り起こされて盛り上がります。でもあーちゃんがあまりにすごかったので、小鳩さんがこの後本番のおまじないタイムができないみたいな感じになって、でもなんとかやろうとするのですが、途中でメンバーが隠れたりしたこともあってか、調子が狂ってミスってしまって、お立ち台にしなだれるように倒れ込んでしまいます。で、サイちゃんが大丈夫ですかみたいな感じになって、なんとサイちゃんが小鳩さんを復帰させるために、萌え萌えキュンキュンって繰り返します。これは歴史的な出来事ですよね。超貴重です。もう7月を思い残すことはありません。で、小鳩さんが復帰してやり遂げます。ズッキュンバッキュンドッキュンの後は確かドミネーションだったと思います。で、最終セクションとなりますが、最初がフリーダムです。ちゃんとがひときわ大きくなって盛り上がります。さすがにフリーダムはボーカルも演奏も会場のノリもこなれて安定しての盛り上がりです。次がマナーズです。今回のセトリは順番も含めてかなり変えてきてますね。練習大変だったろうなと思いました。コラージュのところでみんな思いっきり手を挙げるところと、をみんなで歌うのがいいですね。次がまた LINE キューブ渋谷の時にサイちゃんが感動のセリフを言ってた時のイントロ的な音楽が流れて、あの時みたいにサイちゃんが語ります。川崎いいですかみたいな感じだったと思います。で、エンドレスストーリーですので、みんなで歌うおーおーおーから始まります。感動的です。シンガロングもみんな全力です。もう最後は声を出す体力すらなくなってきて、2時間歌い続けるサイちゃんの凄さを再確認しました。なぜか今回はいつもより泣きそうになりました。はい、最後はサイちゃんの最高をもらいましたね。次はスクリーミングです。ミンチョのリフにかぶせてちゃんとが響きますし、手拍子も全力ですね。C メロでの手拍子とちゃんともいい感じです。それで恒例となった鳥がノーゴッドです。サイちゃんのラストの叫びで始まります。
もう一旦日本でのお給仕最後なので、本当に最後の力を振り絞って全力でジャンプしてウォーを叫びました。ルールルルールルのところで手を振るのも楽しいですね。最後はサイちゃんのありがとうで締めて、小鳩さんのバイバイクルッポーで終了です。本当に特別なお給仕でした。何度帰宅しても毎回いろいろなことが起こるので、本当に全部のお給仕に帰宅したくなります。今回の川崎で一旦日本でのお給仕は区切りとなって、8月は北米ですね。北米でも盛り上げてもらって、とにかく無事帰ってきてもらいたいものです。いつものサイちゃんのツイートは、最近暑かったしか言ってない気がするけど、毎回熱気ムームーを更新してくるね。今日も楽しかった、みんな無事かな、大丈夫だったと気遣ってくれてましたね。はい。以上がテンスアニバーサリーツアー川崎クラブチッタのお給仕の感想となります。よく考えたら、ハードロックバンドのライブでこんな楽しいのってなかなかないですよね。9月は長野から再開となりますが、私は長野のチケット取れませんでしたので、金沢からの帰宅となります。また、北米ツアーから帰ってきて、さらにパワーアップした晩目さんを楽しみにしつつ待ちたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。